皆さんこんにちは。私たちは早稲田大学キャンパスツアーガイドです。こんにちは。法学部の瀬尾健太です。皆さん一緒に早稲田を旅していきましょう。こんにちは。早稲田大学大学院で物理を専攻しています徳永春菜です。今日は学生が普段使っているところからなかなか入れないところまでご案内します。皆さんのお気に入りスポットを探すようなつもりでご覧ください。最後に私は早稲田大学政治経済学部政治学科の大島由紀乃です。皆さんは早稲田大学と聞いてどんな場所をイメージしますか？今日は大学のいろんな場所を案内していきます。それでは早速キャンパスの中に行ってみましょう。さて、こちらが早稲田キャンパスになります。ここ早稲田キャンパスでは全部で6つの学部の学生が学んでいます。また実際に今キャンパスに入りましたが、皆さん正門どこにあったか分かりましたか？実は早稲田大学には正門がないんです。通称無門の門というふうに言われています。ちょっとユニークですよね。それではこれから最初の場所をご案内します。最初は主に政治経済学部の学生が使っている3号館です。こちらです。こちらは主に政治経済学部の学生が使っている3号館です。私の後ろにはエスカレーターがあったり、鏡やガラスを使っていたりと近代的な雰囲気が感じられます。それでは入り口側ご覧ください。こちら側は昔あった3号館のデザインをそのまま再現しているのでレトロな雰囲気が感じられます。この建物は早稲田大学の新しいものを取り入れつつ伝統を大切にしていく、そんな姿勢が現れているとも言われています。それでは次に会津谷市記念博物館に行ってみましょう。こちらの場所は会津谷市記念博物館です。ここでは会津谷市が集めた東洋美術や考古学のコレクションが展示されています。またこの場所もともと図書館として使われていたんです。結構珍しいですよね。この博物館で私の一押しの作品は明暗です。これは横山大観と下村観山の合作で作られました。遠くから見ると暗い部分しか見えないのですが、徐々に近づいていくと明るい部分が見えてきます。これは一説によると学問をすることによってどんどん知識が増えていく様子を表しているとも言われています。それでは次に国際文学館に行ってみましょこちらは国際文学館です。2021年10月にオープンしました。もともとは授業などで使われる教室棟でしたが、建築家の隈研吾さんの設計でこのような素敵な建物に生まれ変わりました。国際文学館は通称村上春樹ライブラリーとも呼ばれています。早稲田大学ご出身で作家の村上春樹さんのすべての作品、また貴重な資料の数々が展示されています。こちらは国際文学館の外観です。木で作られたアーチ構造が見られます。こちらはトンネルを表しています。トンネルを抜けたその先に別世界が広がるような村上ワールドを表現されています。それでは次に演劇博物館について説明します。あちらをご覧ください。続いてご紹介するのは坪内博士記念演劇博物館です。1928年にできたアジアで唯一の演劇を専門とする博物館です。実はこの建物自体も貴重な演劇の資料になっています。シェイクスピアが生きた時代にイギリスに実在したフォーチューン・ザという劇場をモデルに作られています。そしてこの博物館の名前にも入っている坪内博士というのは早稲田大学文学部を作った坪内逍遥さんのことです。そしてこちらが坪内博士の胸像です。ここで皆さん右手にご注目ください。光沢があるのがわかるでしょうか。実はこちら早稲田キャンパスの
パワースポットなんです。こちらの右手に握手すると早稲田大学と縁ができて早稲田大学に合格できるかもしれないと言われています。ぜひぜひ皆さんもこのパワーを画面越しに感じてみてください。それでは次の場所に行ってみましょう。このガラスの壁が特徴的な建物は14号館です。主に社会科学部が利用しています。この14号館、昼には外光を取り入れたエコな建物、そして夜は14号館の明かりでキャンパス内を照らしています。それでは次は16号館に行ってみましょう。この時計が特徴的な建物は16号館です。主に教育学部が利用しています。早稲田大学の教育学部は1949年、日本の私立大学として初めて作られた教育学部です。この16号館は主に教育学部の文系の学生が利用しています。そしてこちらの6号館では教育学部の理系の学生が学んでいます。それでは次は中央図書館と国際会議場がある総合学術情報センターへ行ってみましょう。こちらは総合学術情報センターです。右側に見えるのが国際会議場で、留学や就職のイベントなどで使用されています。そして左側に見えるのが中央図書館です。それでは中に入っていきましょう。ということで中央図書館に入ってきました。この中央図書館、多い時では1日1万人以上の学生が利用しています。そして中央図書館ではさまざまな目的に合わせて快適に勉強できるようなエリア分けがされています。そして地下にやってきました。早稲田大学の中央図書館はなんと280万冊以上の本を持っています。一般的な公立図書館はだいたい30万冊ほど持っていると言われているので、早稲田大学の中央図書館は9倍以上の本を持っているということになります。それでは次は早稲田大学の過去、現在、未来を体感できる歴史館に行ってみましょこちらは早稲田大学歴史館です。2018年にできた早稲田大学の歴史を楽しく学べる博物館です。中は3つのブースに分かれており、早稲田大学の過去、現在、未来についてデジタルコンテンツを交えて学ぶことができます。それでは次に早稲田大学で何か困りごとがあった時に相談できる窓口のある7号館に行ってみましょう。ここは7号館です。中には早稲田ポータルオフィスといって学生や卒業生に向けてさまざまなサービスを行う場所があります。ここでは学内のお問い合わせや相談も受け付けています。次は国際教養学部や商学部の学生が主に学んでいる11号館です。こちらは11号館です。商学部と国際教養学部という2つの学部の学生がこの建物を使っています。国際教養学部ができて5年後の2009年に新しく新11号館として建てられました。それでは次に法学部の学生が主に使っている8号館に行ってみましょう。こちらは8号館です。主に法学部の学生が利用しています。そしてこの8号館には裁判所の法廷にそっくりな法廷演習室があります。この法廷演習室では学生の間で弁護士役、検察官役、裁判官役を決めて裁判の練習をする模擬裁判を行う授業の場として利用しています。それでは次に大隈銅像をご紹介します。どうぞ。
こちらは早稲田大学を作った大隈重信の銅像になります。この銅像が着ている服はガウンというイギリスの伝統的な学者服です。大隈重信が着ていたガウンの色は緋色という色なんです。この緋色、ちょっと華やかな色なので驚きですよね。大隈銅像は早稲田大学のフォトスポットなどですが、もちろん正面からもいいんです。ただ私が今回おすすめしたいフォトスポットは銅像の裏側になります。ちょっと行ってみましょう。銅像の裏側にやってきました。ここからだと銅像と大隈記念講堂を一度に見ることができるんです。それでは大隈重信が見つめる先にある大隈記念講堂に行ってみましょう。こちらは大隈記念講堂です。1927年に演劇ができる建物として作られました。国の重要文化財にも指定されています。こちらの大隈記念講堂はゴシック様式で建てられています。大隈記念講堂は著名な方の講演やサークルのパフォーマンスなどに使われています。そのため私たち学生や教職員も普段は入ることができません。ですが今日は特別に中までご案内したいと思います。それでは大隈記念講堂の中へ入っていきましょう。こちらの先に続いているのが時計室へ続く階段です。階段には黄色のステンドグラスがあり、早稲田大学の稲という文字にちなんで稲穂の色になっています。そして階段の先にある時計室は4つの大きな時計があります。さらに時計室の上には鐘が設置されていて、機械が今でもハンマーを使って自動で叩いて音を鳴らしています。続いての場所はこの扉の先にあります。皆さん何があると思いますか？それでは開けてみましょう。3、2、1、オープン。見てください。石畳の廊下が広がっています。それではこの回廊少し進んでみましょう。こちらには大隈重信の銅像があります。こちら約180センチと実物大だそうです。すごく迫力ありますよね。それではこの先の扉に進んでいきましょう。続いてこの先の貴賓室に参ります。こちらのお部屋は大隈講堂で講演をする方の控え室です。普段は学生たちや教職員の方も全く入れない場所です。それでは開けてみましょう。見てみてください。2つ似たようなお部屋があります。こちらの手前側は講演をする方のお付きの人の控え室。そしてこの奥の部屋が講演をする方の控え室です。ここで下をご覧ください。カーペットに四つ葉のクローバーがあしらわれています。こちら大隈家の家紋であります浦梅県花火師がモチーフになっています。この四つ葉のクローバー、早稲田大学のさまざまなところにあしらわれていますので、ぜひぜひ探してみてください。それではこれから舞台に入っていきたいと思います。こちらです。さあ、曲線の壁が見えてきました。こちらが舞台になります。ここでは照明がきれいに映ったり、どの客席からでもこの舞台が見えやすかったり、そして声が通りやすかったりと演劇に適した作りになっているんです。このように大隈記念講堂にはたくさんの魅力が詰まっています。それでは最後に隣にある庭園に行ってみましょう。こちらは大隈庭園です。大隈庭園はかつて大隈重信さんの自宅がありましたが、今では大学に寄付をされて学生や地域の方々の憩いの場となっています。そしてこの大隈庭園では大隈重信さんが大好きだった
メロンが日本で初めて栽培された場所でもあります。今日はいろいろな場所をご紹介しましたが、皆さんのお気に入りスポットは見つけられましたか？この動画を通して皆さんに少しでも早稲田大学の魅力が伝われば幸いです。いつか皆さんとここ早稲田大学でお会いできる日を楽しみに待ってます。